Bom dia, pessoal. Eu sou a Ruchi, uma japonesa que veio do outro lado do mundo. Ainda sou iniciante nessa vida brasileira. Muito obrigada a você que está aqui pela primeira vez e também a quem me acompanha sempre. Neste canal, compartilho o dia a dia do Brasil pelos olhos de uma japonesa. Se você gostar do conteúdo, ficaria muito feliz se puder curtir o vídeo e se inscrever no canal para me apoiar。というわけで、今週もパラナ州クリチバからお届けしています。ブラジルに来てからゆっくりと時間が流れる毎朝。最近ハマっているのがこの焦がしバターのバナナパンケーキです。朝日を浴びながらコーヒーとパンケーキでゆっくり過ごすこの時間はとてつもなく平和を感じます。皆さんはお気に入りの朝ごはんはありますか？ブラジルでは比較的朝ごはんをみんなしっかり食べる文化があるみたいなことを聞いたことがありますが、実際のところどうなんでしょうか？さて、前回の動画ではイタリアのお祭りをご紹介しましたが、今回は同じくクリチバで行われた日本のお祭りに行ってきたので、そちらの様子をお届けしたいと思います。普段は道ですれ違う時にジロジロ見られることの多いアジア人の私ですが、このお祭りに来ると少し自分の居場所に戻ってこれたような、そんな不思議な安心感があります。そして今回もこのチャンネルの視聴者さんと現地でお会いするという嬉しいこともありました。どこか懐かしく、でも少しブラジルナイズされたもう一つの日本、そんなお祭りの風景を皆さんにも楽しんでいただけたら嬉しいです。ブラジルライフというわけで、今回の会場は前回のフェスタジュニーナのお祭りが開催されたのと同じ場所で、クリチバのバリグイパークの中にあるホールです。お祭りや展示会など数万人規模のイベントが開催される場所です。今回の日本移民を祝うお祭り、移民祭りは今年で33回目を迎えます。早速入り口に私のふるさと京都のお城やお寺が展示されていて、開始早々懐かしさ全開です。この金閣寺は家から徒歩でも行けるぐらい近いです。会場では本格的な日本料理の屋台や太鼓、日本舞踊、また日本の文化を体験できるブースなど、子供から大人まで楽しめる世代を超えた文化交流の一大フェスです。このお祭りも有料でチケット制なので、会場内の治安は良くて安心して歩けます。やっぱり日本といえばアニメ文化。会場にはここぞとばかりに気合を入れてコスプレをしている人たちがたくさんいました。よく見てみると小物などを手作りしている人もいて、熱い思いを感じました。私自身はアニメオタクでもないし、コスプレもしたことはないですが、こういう夢中になれる趣味を持っている人は羨ましく見えたりもします。ブラジルライフ会場には書道や弓道、生け花、盆栽など様々な日本の文化を紹介するブースがあります。以前偶然立ち寄った盆栽のお店も出店されていて、とても賑わっていました。日本にいる時は盆栽とか意識したことがなかったですが、ブラジルに来てから盆栽の魅力に惹かれるようになり、家にもいくつか置きたいなと思っています。こうやって海外で生活していると、今まで当たり前のように見過ごしていた日本のものが改めて魅力的に見えることが多々あります。あと面白かったのが、マッサージブースがいくつかあって、中には無料で血糖値などを測定してくれるところや指圧のマッサージをしているところもありました。マッサージすごく受けたかったんですが、さすがにすごい行列で諦めました。ちなみにここクリチバ市は日本の兵庫県姫路市と姉妹都市みたいです。なんか今度日本に帰国するときは、日本にあるブラジルの街やレストランとか行ってみたいなと思っています。特に静岡県の浜松市や名古屋はブラジルの大きなコミュニティがあるみたいなので、とても気になっています。出店で売られているものは今日本で流行っているキャラクターのものもあれば、どこか昭和の匂いを感じるようなお店もたくさんありました。ち
ちなみに夫はこの帽子が欲しいとずっと言っています。たまに不思議なものを欲しがる夫が面白いです。日本人から見たらこんなの買ってどうするんだろうっていうものでも、外国人にとっては魅力的に映るものもあるみたいですね。日本の食材はやっぱりブラジルでは私にとっては高級品で、今日も見るだけで終わりました。こういう乾燥した軽めのものは今度帰国するときにいっぱいスーツケースに詰めて持って帰ろうと思います。ブラジルライフ。さて、やっぱりお祭りの楽しみといえば屋台。そろそろお昼時なので、屋外にある屋台の並ぶブースへ行きたいと思います。12時を過ぎると一気に人が増えてきて、前に進むのも難しいぐらいになってきました。この人口密度も日本らしさを思い出させてくれる要素です。そういえば日本でもちょうどこの時期祇園祭りで、京都はすごい人になってそうですね。このお祭りは今までブラジルで開催されていたお祭りよりも屋台の種類がとても多くて、30店近くのお店が並び、それぞれのお店が何種類かの料理を提供しているので、軽く100種類以上のメニューがあったんじゃないかなと思います。親切にメニューの一覧を貼り出してくれて、番号をつけてくれています。こうやってサンプルを並べているのもとても日本らしいですよね。でも何を食べるか本当に悩みます。全部一口ずつ食べていきたいです。とりあえず最初は照り焼きバーガー。ブラジルのハンバーガーって日本みたいにソースをつけて食べるっていうよりは、塩コショウで肉本来の味を楽しむみたいなものが多い気がしていて、それはそれでとても美味しいんですけど、日本のタレが絡んだ照り焼きバーガーがそろそろ恋しいなと思っていました。照り焼きかと言われればあんまりタレの味はしませんでしたが、炭で焼かれたハンバーグが絶品で、パンもふわふわで美味しかったです。一緒に売られていた串焼きは日本の焼き鳥かなと思いきや、普通にブラジルのシュラスコでした。でもやっぱり安定の美味しさです。Agora eu vou aparecer na rede social. Olha lá. Obrigada. É mais a rede social. Ei, hambúrguer teriyaki do Nikkei. Vem pra nós. 続いては豚まん。実はブラジルに飛び立った日に関西空港で最後に食べた551の豚まんが忘れられなくて、ブラジル人の夫もとても気に入ってくれていたので、ブラジルでも美味しい豚まんないかなと探していました。さすがに551まではいかなかったですが、生地がふわふわしてて、中の種もしっかり日本の豚まんでした。とここで通りすがりの人たちがとっても美味しそうな焼きそばを食べていたので、探しに行きたいと思います。ブラジルでは結構焼きそばが人気だなと感じていて、アジア料理のビュッフェとかに行っても焼きそばが置いてあるんですけど、日本の焼きそばとはちょっと違って、麺が UFO 焼きそばみたいな縮れ麺で、なんか違うなと毎回思ってました。スーパーとかでも焼きそばの乾燥麺とソースがよく売られてるんですけど、やっぱり日本の焼きそばみたいにはならなくて、ずっと本物が食べたいなと思っていました。そんな中、やっとここで本物の焼きそばに巡り合いました。麺が太めでしっかりしていて、ソースも日本の焼きそばの味でとても美味しくて大満足です。そしてこの焼きそばの屋台の方が実はこのチャンネルの視聴者さんで、もしかしてふーちさんですかと声をかけていただきました。最近は栗千葉にお住まいの方にもたくさん見ていただいているようで、以前に訪れたお店の方からコメントをいただいたりと、身近な人にも動画が届いているようでとても嬉しいです。食後は抹茶ラテでさらに日本気分を味わいました。なんか人口密度と屋台の熱気もあり、とても暑くて喉が渇いてしまって、メロンクリームソーダも購入。日本にいる時はあんまり注文したことがなかったですが、あれこんなに美味しいもんだっけと新たな発見でした。ブラジル人の夫もとても気に入っていました。ブラジルライフ。
は日本の演歌、和太鼓、ソーラン節、沖縄民謡まで次から次へと迫力のあるパフォーマンスが繰り広げられていました。中には小さい子供も出演していて、堂々とパフォーマンスをしている姿がとても印象的でした。なんかこっちに来てから日系の方たちを見て思うのは、やっぱり同じアジア人の見た目でも雰囲気が日本の日本人とは少し違うなと感じています。なんかうまく説明ができないですが、みんないい意味で堂々としているというか、あんまりおどおどしてないというか、芯がしっかりしていて落ち着いていて余裕がある感じがします。子どもたちものびのびしている印象で、もし仮に自分に子供ができたとしたらブラジルで育てるのもいいなと想像したりします。ちなみにコスプレイヤーの人たちがたくさんいたので、ここで日本のアニソンとか歌ったらめっちゃ盛り上がりそうだなと思いました。ブラジルライフ。やっぱりお祭りの雰囲気って楽しいですね。会場を歩いているだけで日本の懐かしい音や匂いに包まれて、ちょっとタイムスリップしたみたいな不思議な気分になりました。ブラジルに来てから日本のものってすごく特別に感じるようになって、前は当たり前だったことが今ではありがたく思えることが多いです。それにしてもここまで本格的なお祭りがブラジルで見られるなんて本当にすごいことで、なんだか贅沢な気分になりました。移民の歴史があって文化を守り続けてきた人たちがいるからこそ、こういう素敵なお祭りがあるんだなと改めて感じます。世代を超えてみんなで文化を楽しめる場所があるって、なんだかとても温かいなと感じました。小さな子供たちが浴衣を着て走り回ってたり、ブラジルの方が焼きそばやたこ焼きなど日本の料理を美味しそうに食べてるのを見て、なんか嬉しくなりました。ちなみに屋台には日本のいろんなスイーツも充実していて、最後にメロンパンをお土産に買って帰ることにしました。コーヒーと合いそうで明日の朝ごはんが楽しみです。ブラジルライフ。というわけで今回はブラジルで行われた日本のお祭りの様子をご紹介しましたが、楽しんでいただけたでしょうか。少しでもお祭りの温かい雰囲気や活気が伝わっていたら嬉しいです。そして今ブラジルではお祭り以外にも日本らしさを感じられる季節です。先週の動画でもお話ししましたが、実は今桜が見頃を迎えていて、今週もあちこちでとても綺麗な桜を見かけました。今回訪れた公園は日本人の牧口常三郎さんを記念して作られたもので、栗千葉のちょっとした桜の名所として知られています。閑静な住宅街のような場所に桜が満開になっていて、まるで時が止まったかのような感覚になります。街を歩いているとところどころに日本の要素が散りばめられていて、本当にたくさんの日本人がブラジルで活躍してきたんだなぁとしみじみ感じます。そして私自身もほんの少しでもこの YouTube を通して何かブラジルのためになることができたらいいなと思う今日この頃です。というわけで今回はこの辺で。もし動画を少しでも楽しんでいただけたら、いいねとチャンネル登録をしていただけるととっても励みになります。感想などもぜひコメント欄でお聞かせください。Muito obrigada por assistir até o final. Tenha ótimo fim de semana. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!